この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。超可愛いイラストですよね。イラストレーター名、宝生マリンさん。タイトル、森カリオペ。ということで驚いた人もいるかもしれませんが、なんと宝生マリン船長本人からの添削依頼です。コメント、斉藤直樹先生、いつも見てます。今回はカリオペさんと僕はお付き合いしていて、カリオペ顔に桜がついてるよと言ったらふてくされながら照れつつ桜を撮るカリオペを描きました。背景をいつも適当にごまかしてしまうので、仕上がりをグッと上げる背景の処理を教えていただきたいです。また他に違和感があるところや、こうすればより良くなるところがあれば教えてください。とのことです。マリン船長、うますぎる。いやもうイラスト見た瞬間、思わず損死して、ソウルを抜き取られるんじゃないかって思ったぐらいだったんですけどね。いやもうこれですね、直すとこないでしょ。いやなんかね、そりゃテンション上がりましたよ。マリン船長からの添削希望のメール見つけた瞬間ね、うわって喜んだんですけど、でもその後正直ですね、頭抱えましたよ。いやだってもう完璧じゃないですか、こんなの。どう直せって言うんですか。いや、まあね。でもそこは僕もプロですから見つけました。添削のポイント。いやーでもね、今回はちょっと覚悟してください。初めに断っておかなきゃいけないんですが、おそらくこの動画を見てしまったら船長の画力が上がってしまいます。ただでさえ絵が上手い船長なので、ちょっとね、ファンアート描きづらいなって思っている一味も中にはいると思うんですよ。この方には申し訳ないんですが、今回はさらに超強力な武器をマリン船長にお渡ししてしまいますので、皆さん覚悟してくださいね。でも大丈夫です。なぜなら皆さんも同じ動画見ているので、皆さんの画力も同時にアップしてしまいますよね。同じぐらい、いや、それ以上に皆さんがパワーアップしてですね、マリン船長をびっくりさせてあげちゃいましょう。それでは行ってみましょう。気まぐれ添削出航です。ようそろー。まずですね、すっごい細かいところなんですが、わかりますかね、この塗り残し部分ね。結構ありますよね、塗り残し。いや、実は僕ね、船長がこの絵を描いているところを見ておりまして、この塗り残しに関してね、本人がちょっと気にされている現場を見てしまったんですね。なので、簡単に解決する方法を教えちゃいます。すっごく簡単なので覚えておいてください。やってみましょう。はい、こんな風にね、塗り終わってからでも塗り始めでもどっちでもいいんですけど、キャラクターの中を一色で塗った下地レイヤー。これね、下地レイヤーです。今ね、グレーで描いております。これを作っちゃいますね。そしたら、さっきの塗りを表示しますね。はい、まだね、穴開きが見える状態です。そしたらですね、この下地レイヤーを選択したまま、この透明度ロックにチェックを入れて、でね、エアブラシとかボケ足が強いブラシでいいです。幅広い範囲で周りの色をスポイトしながらこうやって塗っちゃうんですよ。そうするとね、ほら、もう一気に、これわかりますか？穴開きが目立たなくなっちゃうでしょ？ほら。はい、この下地レイヤーをオンオフするとわかると思うんですが、ほら、穴開きがね、目立たなくなっちゃいました。ちょっとね、この辺まだありますかね。はい、こんな感じ。これだけで十分ですので、もし穴開きが気になった場合にはね、試してみてください。で、ここから本題の添削に入っていきます。まず最初はね、背景です。背景ってね、めんどくさいですよね。できれば描きたくない。マリン船長も配信中にお絵描きするのなんて基本だるいって言ってましたが、特に面倒に感じるのが背景だと思うんです。だからついそんな面倒な手間暇をかけずとも見栄えがぐっとアップする背景の処理ってないかななんてね、つい思ってしまいますよね。でもですね、船長、無茶言わないでくださいよ。そんなわがままね、できちゃうんです。というわけで今回は背景を細かく描かずとも背景が描けてしまうやり方、とっておきの方法を伝授しちゃいましょう。名付けてポートレート点描です。まず背景の空の青ですが少し濃いめにしますね。こっちの方が後々の処理が効いてきますのでやってみます。
はい、このぐらいですね。一旦白枠は取りました。後で改めて付け加えます。そしたらまずですね、こんな感じの普通の丸筆で大丈夫なんですけど、この丸筆でちょん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 ってね、こんな風に結構適当でいいので、こんな風に濃いめの緑色でですね、点描を打っていきましょう。やっていきます。はい、かけたらですね、さらに明るさをちょっと明るくして、このぐらいですね。このぐらいの明るさでもう一度上からちょんちょんを描いていきましょう。はい、そしたらですね、次は明るめの黄緑色を選んで、こんな色ですね。このぐらいの明るさでもう一度今度はさっきよりもまばらにちょん、ちょん、ちょん、ちょんっていう感じでね、ところどころに明るい色を追加していきます。やっていきます。でですね、最後の仕上げです。最後は白、全くの白を選んでですね、この上からまたまばらにね、ちょん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 ってまた描いていきます。こんな感じで点を打っていきましょう。やっていきます。はい。で、最後にね、奥行きも感じさせたいので、うっすら青いグラデーションで空気遠近をかけていきます。ほら、どうでしょう。これだけで結構いい感じにね、後ろがボケたポートレート写真みたいな背景になっちゃったでしょ。僕今がっつり背景描いてないですよ。ただ単に点々を数回打っただけ。なのにこの効果。ポートレート点描。これはね、もうバズーカ砲並みの強力な武器なので、ちょっとね、あんまり教えたくはなかったんですけど、つい教えちゃいました。いや、もうね、ここまでレベルが高い添削になると、僕もね、ちょっと奥の手というか出さざるを得なくてですね。いや、というのもですね、この動画がなぜ生まれたかの話にもなってくるんですけど、3月21日のマリン船長の配信でね、船長がなんと僕のモノマネをしてくれていたんですよ。なんだっけ。僕は、この絵、すごくいいなーって思うんです。直すとこないんだけど、あえて直すとしたら、という観点で添削していきたいと思いますってね。今のはですね、僕のモノマネをする船長のモノマネなんですけど、なんかちょっと複雑ですいません。いやもうすごく嬉しくて思わずチャット欄でね反応しちゃったんですよね。そしたら翌日メールボックスを見てみたらマリン船長よりってね添削希望のメールが届いておりまして、直すとこないんだけどこれはちょっと添削せればなるまいっていうことでね急遽チャレンジしてみました。いやでもねこれ正直難しいですよ。助けてマリン船長。はい、じゃあ次にねちょっと細かいんですけどポーズを少し修正します。コメントを見るとですね、顔に桜がついてるよって指摘したら、ふてくされながら桜を撮るカリオペってあるんですが、左手で桜を撮った後なのにもう一枚の花びらが鼻に乗っちゃってますから、少しね、ここに違和感を感じる人もいるかもしれません。こういう細かい違和感ってね、結構色を乗せてから気づくことが多いんですよね。実はこのデータよく見たらですね、ラフの画像も残ってまして、ちょっとね、これ見えますかね。レイヤー名がゴミ下書きっていう名前になってるんですけど、はい、これですね。全然ゴミじゃないですからね。めっちゃうまいですからね。すごくこの時点で雰囲気を捉えられていると思います。ですが、色を乗せてみたら、時系列的に少しね、違和感が生まれたことに気づいてしまいました。でも、顔に花びらが乗っているのは可愛いので、そのままにしたいんですけどね。で、だとしたらどうしようっていうことでですね、ちょっと自撮りをしつつポーズを考えてみたんですが、はい、こんな風に手で花びらを迎えに行っている途中のポーズにしてみてはいかがでしょう。ちょっとやってみますね。
はい。マリン船長、さすがというかですね、指がめちゃくちゃ綺麗に描かれているので、全然ね、手を直すところがないところが恐ろしいですね。これもうプロでしょ。はい。それとね、桜を迎えに行く指が必要でしたので、こんな風に人差し指を追加しました。これならですね、桜が乗っている可愛さも出しつつ、マリン船長に、なんかついてるぜって言われて、照れながらも花びらを取りに行く仕草伝わると思います。あとね、これはポーズには関係ないんですけど、頭にかかっている黒いケープの存在感を、この絵の場合は少し増しても、情報量が増えていいかなっていうふうに思いましたので、少し色を暗く調整してみたいと思います。はい、こんな感じ。ポーズについては以上ですね。そしたらですね、次は背景を描いていきます。背景もう終わりって言ったじゃん。また描くのめんどくさいよって思いました？確かにさっき背景は完成と言いました。なので背景は描きません。ですが、いいですか？背景を描かずとも背景って描けちゃうんですよ。ちょっと何言ってるかわかんないですよね。とにかく見せた方が早いと思いますので、やってみましょう。まずですね、キャラクター全体を思い切ってこうしちゃいます。はい、全体的に青い影を定山で乗せてみました。そしたらこれだけだとちょっと暗すぎるので、下から反射光をハードライトでふわっと乗せますね。はい、こんな感じ。そしたらですね、ここからが楽しい作業ですよ。よーく見ていてください。いきます。はい。ちょん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 ってね、こんな風に、ハードライトのレイヤーモードで、木漏れ日の光を追加していってください。バランスを取りながらね、徐々に追加していきます。やっていきます。はい、こんな感じです。そしたらですね、これだけでもいいんですが、より雰囲気を出すには、光の周りだけ彩度をアップします。これは、オーバーレイレイヤーかハードライトレイヤーを追加して、で、こんな風にですね、光の周りだけふわっと彩度を持ち上げます。ほら、わかりますかね？雰囲気すごく出ますよね。やっていきます。はい、こんな感じ。ちょっとね、全体的に影になってしまったせいで、青の花びらがちょっと目立たなくなってしまったので、少しだけ強調します。それとですね、同じく目のハイライトも少し沈んでしまったので、ここも強調してあげます。ちょっとね、目のハイライトのついでに、頬の赤みも追加しました。それとまだね、影にしたせいで、インパクトが足りなくなってしまったなっていう場合には、うっすらと目の反射光を加えてあげても、目力が上がっていいかもしれません。やってみます。
はい、こんな感じですね。はい、ですね、今何をやってきたかというとですね、一言で言うと、キャラクターに落ちる影によって背景を描きました。これどういうことなのかというと、見比べてみるとわかるんですが、今までカリーちゃんは日向にいましたよね。なので、これによってカリーちゃんがいる場所はどちらかというと、広い場所を想像できたんじゃないでしょうか。でも、変更後は全体的に葉っぱの影にして木漏れ日を追加しました。これによって今カリーちゃんがいる場所は、広い場所から桜の木の近く、木陰に移動したことになりますよね。広い場所よりもこんな風に影を落として木陰にいるという表現にすることで、同じ屋外ではあるんだけど、二人っきりのプライベートな空間にいるんだよという雰囲気を演出できるんですね。そうすることによってほら、怒ってる表情もなんか自分だけに見せてくれている表情っていう感じで、なんだか違った親密な印象になるでしょ。ほら、見比べてみてください。結構ね、ニュアンスが変わってくると思います。不思議ですよね。これはどんな場面でも影になる場所さえあれば使えるテクニックなので覚えておいてください。さあ、ここまででも十分なんですが、最後にちょっとだけね、さらにクオリティが上がって見えるポイントをいくつか紹介します。まず一番簡単なのはですね、これです。桜の花びらに影が落ちている部分と落ちていない部分の、色のね、差をつけていきましょう、まずは。そしたらですね、思い切ってこうしちゃいます。はい、手前の花びらを大きくしてぼかしました。こんな感じです。前にもね、ボケてはいたんですけど、ちょっとボケが弱かったので、微妙にピントが合ってたんですね。でも、こんな風に大胆にぼかすことによって、よりピントが合っているここ、顔の部分にね、目が行きやすくなるんですよね。ほら、結構ね、見比べると違うでしょ？で、さらに画面にエモさを加えるために、こうします。はい、こんな感じです。これはですね、レイヤーモード、スクリーンにして、下から反射光をね、うっすらとかけました。新海誠監督もよくこの手法を使ってエモさを演出してますね。で、さらにちょっと画面にメリハリを強調するためにですね、こうします。はい、後ろから当たる光、リムライトを追加しました。こうすることでね、キャラクターの輪郭を強調できますので、ハリーちゃんの存在感をより際立たせることができちゃいます。今回の添削は以上ですね。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。どうでしょう。もともとね、めちゃくちゃ上手かったので、そこまで大きく印象は変化していないとは思いますが、でもね、エモさはアップしたんじゃないでしょうか。さあ、最初から見ていきましょう。最初はね、こんな感じでした。すごくね、可愛いイラストだったんですけれども、背景をね、中心に添削してほしいということなので、背景にまつわるテクニックをね、重点的に伝授していきました。まず最初はこちら。こちらはですね、すごく手軽なんですけれども、バズーカ砲級に強力なテクニック。ポートレート点描ですね。こんな風に背景をちゃんと描いているわけじゃないんだけど、点々点々ってね、点描をただ描いていくことによって、ポートレート写真のように、後ろがボケたような効果を表すことができます。次にですね、ポーズの若干の不自然さを指摘しました。ちょっとね、時系列的に不自然だったポーズを、
こんな風に花びらを迎えに行く手を追加することによって自然に修正しました。で、今回のポイントはここですね。背景を描かずして背景を描くテクニック。これはですね、影を描くことによって、ここがどういう場所なのかを見ている人に想像させて、描かれているキャラクターの表情のね、ニュアンスの変化まで生み出してしまうという、お手軽なんだけど超強力なテクニックをご紹介しました。で、最後に、花びらのぼかしですね。もともとこんな風にボケてはいたんですけれども、これをさらに、大げさにぼかすことによって視線誘導をもっとうまく、効果的にすることができるよという話をしました。そして最後にリムライトですね。キャラクター全体を影に落としてしまったので少しインパクトが薄くなってしまった部分をこんな風にリムライトで持ち上げて存在感をアップさせて添削終了となります。はい、いかがだったでしょうか。キャラクターイラストとしてはですね、もう最初の時点で完璧だったんですけど、あえてですね、マリン船長が気にされている背景というポイントで添削するとこういう風になるよ。そのためにはこういうテクニックが効果的ですっていうことをね、添削を通してお伝えしてきました。あとおそらくね、僕のモノマネをしてくれているマリン船長の動画について気になってくれている人もいるかもしれませんので、概要欄にタイムコード付きでね、リンクを載せておきます。興味がある方はそちらからチェックしてみてくださいね。それでは最後にいつものやついってみましょう。気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備してください。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。